知識ゼロからの哲学入門。はじめまして、ゆずきゆかりです。哲学をゼロから学べる動画が見たいという皆さんからのリクエストにお答えして、今回から哲学入門のお話をしていきます。やあ、ゆかりちゃんお待たせ。バンドの練習終わったよ。早く。駅前にできたクレープ屋行こう。この子は、鶴巻まきちゃん。こう見えて、今をときめくアイドルの一人よ。お褒めに預かり光栄だぜ。鶴巻まきだよ。みんな、よろしくね。さあ、クレープ。待って、今回は、哲学入門の記念すべき第1回なの。クレープは、哲学の後よ。哲学ってなんか難しそう。なんか、こう、直感に従って生きればいいんじゃないの？そうはいかないわ。私たちの人生は、うまくいく時もあれば、うまくいかない時もあるでしょ。人生の危機に備えて、しっかりと現実を見る目を養うことも大切だわ。哲学って、観念とか、イデアとか、難しそうな言葉がたくさん出てくるじゃん。確かに、哲学は、もともと西洋で生まれたものを、日本語に翻訳しているから、そういうとっつきづらさがあることは否定できないわ。でも、この動画では、そういう難しい専門用語は、なるべく使わないようにするつもりよ。必要な場合でもまきちゃんにもわかるように、一つ一つ、しっかりと解説をしていくから安心して。わかったよ。どんな哲学を学ぶの？人は、哲学を学ぶことはできない。哲学することを学ぶだけである。という有名な言葉があるけれど、哲学を単なる知識として学ぶことはできないわ。じゃあどうするの？実際に、一緒に哲学をしてみましょう。哲学をする？この動画では、20世紀の哲学者バートラント・ラッセルの哲学入門という本を頼りにみんなで実際に哲学をしてみましょう。ラッセル、ノーベル文学賞の人？そう、その人よ。ラッセルは、とても美しい文章を書くことでも有名な人だったの。その一方で、現代の記号論理学の体系化や分析哲学の流れを作った偉大な哲学者でもあるわ。私たちが普通に使っているスマホやパソコンも、ラッセルたちが記号論理学を体系化しなかったら生まれていなかったでしょうね。ラッセルは論理学以外でも、幸福についてという本を書いていたり、晩年には核兵器の廃絶やベトナム戦争反対の運動にも深く関わっていたわ。いろんな分野で活躍しているんだね。一つ心配なんだけど、論理学、数式とか出てくるの？安心して、論理式も数式も登場しないわ。必要なのは、考えるのを楽しむ気持ちだけね。まず、この本の目次だけど、こんな感じで、15個の話が登場するわ。現象と実在？しょっぱなから難しそう。本当に哲学の入門書なの？これ。目次だけ見ると難しそうだけど、読んでみると哲学の楽しさが実体験できる素晴らしい本だと思うわ。今回の解説を聞いて、面白いと思った人はぜひ、一緒に読んでいけたら嬉しいわね。一応、毎回1章ずつ解説していく予定で、順番に見てもらうのが一番だけど、興味のあるところから見ても理解できる動画にしていくわ。あと、次回から視聴者さんからのコメントでの質問に回答するコーナーもやるので、わからない部分があれば何でも質問してね。私もわからないところは遠慮なく聞くよ。序文でラッセルは、この本では、形而上学よりも、知識の理論にページ数を割いたと言っているわ。形而上学というのは、私たちの経験に先立ってあるもの。例えば、存在とは何かを考える哲学の分野なんだけど、そういった分野や善とは何かを考える倫理学の話は登場しないわ。そして、15章を通して、知識の理論、つまり私たちは、一体、何を確実に知り得るのかということが考えられているのよ。哲学って生き方を扱ってなんぼじゃないの？知識について考えるよりそっちの方が大事じゃないの？それは違うわ。何が善か、どのように生きるかという問題も、私たちが現実をどう捉えるか、何を知り得ると考えるかによって変わってくるわ。もし現実を歪んで捉えているとしたら、その上に成り立つ生き方も歪んでしまうかもしれない。だから、一歩一歩、確かなものを積み上げていく、ラッセルのやり方から学ぶことは多いと思うわ。なるほど。ちゃんとした土台の上にしか、ちゃんとした家は建たないもんね。じゃあ、みんな、ギュンギュン行くよ。元気なのはいいことだけど、
ゆっくり、一歩一歩ね。とはいえ、ラッセルの哲学入門を一通り扱うには、しばらく時間がかかるから、善や生き方について考えてみたい人向けに、倫理学の入門動画も並行して公開していく予定よ。ぜひ、そちらも楽しみにしていてね。では、第1章の現象と実在について解説していくわね。冒頭で、ラッセルは、この本全体の目標について話をしているわ。重要な部分だから、少し引用するわね。理性的な人なら誰にも疑いない。それほど確実な知識などあるのだろうか？この問いは、一見難しくなさそうに思えるが、実は、最も難しい問題の一つである。自信を持ってきっぱりと答えようとしても、何かがそれを妨げている。そのことをはっきりと認識するとき、私たちは、すでに哲学を始めているのである。理性的な人。理性とは、物事の本質を見抜こうとする、私たちの能力のことだけれど、ここでは、勝手な思い込みや他人の意見に左右されないで、慎重に物事を考えようとしている人ぐらいの意味合いで捉えてもらえばよいと思うわ。そういった理性的な人なら、誰にも疑えないような確実な知識などあるのだろうか？という問いから、この本はスタートするの。ラッセルのやろうとしていることを理解するために、質問したいんだけど、マキちゃんにとって世界って何かしら？全部。私もゆかりちゃんも含めたものかな。地球とか宇宙全体とかかな。普通はそういう風に考えるわね。でも、マキちゃんは学校やテレビで地球や宇宙空間の写真を見たから、世界とはそういうものだという風に考えるようになっただけよね。それはそうだね。これは、エルンスト・マッハという人が、寝椅子に座って、部屋の中を見た時の様子を正確に描写したスケッチよ。私たちの世界は、実際はこういう形で、経験されるものではないかしら？確かに。でも、地球や宇宙も確かに、存在していると思うけどね。ええ、ただ、一気に、地球や宇宙が実際に存在しているという知識が、確かなものだということはできないわ。そこで、ラッセルは、まず、私たちの直接経験するものを手がかりに確実な知識について考えていくという方法をとるわ。こういう私たち自身の直接的な経験を振り返っていく方法を心の内側を見るという意味で内観法と言ったりするけれど、この方法は哲学では伝統的な方法なの。そして経験をもとに確実な知識を求めるというラッセルの方法はロックやヒュームといったイギリス経験論の哲学では長く行われてきた方法でもあるから、いずれそういった哲学を勉強したい人にも役立つと思うわ。ラッセルはまず目の前の机を見る経験について分析しているわ。私たちも実際にこの机について考えてみましょう。この机は全体として同じような色をしているように見えるけど、実際には光の反射の具合で明るく見える部分、暗く見える部分で異なっているわ。そして同じ机でも私の場所から見るのとマキちゃんのところから見るのでは違うでしょ？微妙に違うね。じゃあこの机の本当の色って何色なのかしら？見え方によって違うんじゃないのかな。ええ、そういう私たちが実際に経験するテーブルの色を現象、アピアランスと呼んだりするわ。一方、テーブルそのものが持つ本物の色を実在、リアリティと呼んで区別することができるの。もう少し詳しく、このテーブルを見ていきましょう。このテーブルの表面は滑らかそうで、平らに見えるわね。そして、実際に触ってみると、すべすべしていて、紙を置いて何かを書いたりできるし、平らだわ。でも、例えば顕微鏡などで、この机の表面を拡大してみると、デコボコしていたり、穴が開いている部分があったりするわ。同じように、この机の硬さについて考えてみると、叩いてみた時の音とか、押した時の弾力があるけれど、それも、どれぐらいの力を込めるかや、体のどの部分で押すかによって違ってくるわ。表面の滑らかさとか、硬さも、色の時と同じだね。ええ、このように、私たちが実際に経験できるのは、どこまで行っても、現象としてのテーブルに過ぎないわ。こういった私たちが経験する色、音、匂い、硬さ、手触りなど、
感覚、五感に直接与えられるものをラテン語でセンスデータと呼んだり、日本語だと感覚予見と訳したりするのだけど、私たちが実際に経験できるのはセンスデータだけだとすると、2つの疑問が出てくるの。1つは、そもそも実在のテーブル、物質は存在するのかという問題。直接は経験はできなくても、何らかのものが存在していないと感覚も生じなそうだよね。ええ、そこで、もしテーブルが存在するなら、その本質とは何かという2つ目の疑問が生じるわ。ごめん、そもそも本質って何？本質とは、それなくしては、そのものが存在し得ないような性質という意味よ。私の本質は何だろう？ライブで歌うことかな？あ、今はクレープを食べることかも。うふふ、まきちゃんらしいわね。本質が何かは、その対象をどう捉えるかによって変わってくるから、難しいけれど、少なくとも、それなくしては、その対象が成り立たなくなるようなもの、それを本質と呼ぶわ。ラッセルは、この2つの疑問を考えるにあたって、ジョージ・バークリと、ゴッドフリート・ライプニッツの哲学を取り上げているわ。順番に解説していきましょう。バークリは、17世紀アイルランドの哲学者で、キリスト教の聖職者でもあった人よ。バークリの考え方は、一言で言えば、存在するとは知覚されていることであるというものよ。つまり、物が存在するから、知覚されているというのは誤りで、私たちに知覚されるから、物が存在すると考えるの。どういうこと？例えば、どこかの森の奥深くで、人知れず、一本の木が倒れたとしましょう。この木が倒れた音は、誰も近くで聞いていなくても鳴っていると思う？誰も近くにいなくても音自体はしているんじゃないかな。確かに、聞いた時に音として聞こえる波や振動は存在しているかもしれない。でも、それを音と呼んでいいのかしら？そして、マキちゃんの考え方は、暗黙のうちに、自分が、その場で木が倒れる音を聞いている姿を想像しているのじゃないかしら？確かに、誰かが聞いているイメージをもとに、音があると考えているかも。バークリ流の考え方だと、森の奥深くで、誰も聞く人がいなければ、音は存在していないかもしれないの。自分が見たり、聞いたりしていない時には、世界は存在していないかもしれないの？ええ、バークリは、その問題を解決するために、世界は、神が認識し続けているから、私たちが認識していない間も存在し続けていると考えたの。神様か、いまいち納得できないかも。そうね、バークリの説明は、現在の私たちには受け入れづらいかもしれないわね。私たちが認識していない時に、世界は存在しないかもしれないという疑問を扱った作品に、平凡なサラリーマンだった主人公が、世界の真実に気づいていく、トゥルーマンショーという映画があるから、気になった人は見てみてね。あと、少し古いけど、手塚治虫全集のグランドールという作品に、世界は舞台に過ぎないかもしれないと気づいた少年のエピソードが載っていて、こちらもなかなか面白かったわ。哲学って映画や漫画とも関係しているんだね。ええ、哲学が扱ってきた問題は、映画や漫画にとっても格好の材料なのよ。こういう作品の楽しみ方が増えるのも、哲学に触れる醍醐味かもしれないわね。映画や漫画なら私も楽しめそう。もう一つの実在に対する考え方として、17世紀の哲学者ライプニッツによるモナド論があるわ。ライプニッツは名前を聞いたことがあるよ。ええ、数学の微積分をニュートンと同時期に発見したことでも有名ね。ライプニッツは世界を精神的な存在として考えるの。そしてその存在はそれ以上分割することができないもなど男子の集まりであると考えるの。哲学入門の中でラッセルはこのモナドの集まりを魂の共同体と呼んでいるわ。モナドって分子や原子みたいなもの？いえ、どちらかというと小さな心の粒と考えた方がイメージに近いわ。小さな心の粒、モナドはそれぞれに世界の全体を認識しているの。その時、認識される対象には他のモナドの状態も含まれているわ。不思議な世界観だね。ラッセルは実在を神の観念だと考えるバークリも実在を
モナドの集合だと考えるライプニッツも誤りだと考えているわ。ただ、さっき取り上げた2つの問いのうち、そもそも実在のテーブル、物質は存在するのかという問いに対しては、2人とも認めているという点を強調しているわ。ただ、2つ目の実在の本質についての意見は、かなり異なっていることが、今日の話からも伝わったと思うわ。バークリとライプニッツの考えは面白いけど、納得はしてないかな。そこで、次回以降扱う第2章、第3章では、この問いに対するラッセルの考え方が詳しく展開されているわ。今回のように、テーブルっていうとっても身近な対象について考えるだけでも、普段思っていなかったような現象と実在をめぐる哲学が始まるのよ。それが、哲学をする面白さでもあると思うわ。少しだけ、哲学が身近になったかも。これは余談で、少し哲学の入門から離れるけれど、科学に興味のある方のためにお話ししておくと、ラッセルのように直接経験、センスデータから順番に知識を基礎づけるやり方は古典的基礎づけ主義と呼ばれて、現在ではあまり人気がないわ。なぜなら、私たちは電子顕微鏡でミクロな世界を見たり、電波望遠鏡で銀河の遥か彼方を観測するようになったから。ウイルスとか、遠くの銀河って写真とかで見れるよね。あれは、実際は、数値や波として与えられる観測結果を、私たちが認識しやすい画像イメージとして作り直しているのよ。だから、直接経験だけで、現代科学は基礎づけられないの。ただ、現在の科学も、古典的基礎づけ主義の拡張や、乗り越えを通して登場してきたものだから、このラッセルの議論を知っていると、現代科学の知識観についても理解が深まると思うわ。今回扱った内容について何かわからない点やこういった部分についてもっと知りたいという人はぜひコメント欄に残してもらえたら嬉しいわ。次回の質問コーナーが充実するしね。私も復習しながら考えてみよう。最後に参考文献の紹介を。翻訳としては千曲学芸文庫から出ている高村夏樹役の哲学入門が読みやすくておすすめよ。この動画シリーズでは権利上の問題もあるので引用するときは基本的に1912年のラッセルの原著から訳出するので少し訳が違う場合があるかもしれないわ。さあ、頭も使ったし、甘いものでも食べに行こう。そうね、行きましょう。今回も動画を最後まで見てくださりありがとうございます。このチャンネルでは哲学の入門動画以外にも思考実験やパラドックス関連の動画も投稿しています。今後も哲学の楽しさが伝わるような動画をたくさん投稿していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。ベルマークをオンにしておくと、動画投稿時にリアルタイムで通知が行くので、ぜひそちらも有効にしておいてね。それでは皆さん、また次回の動画で。またね。